皆さんこんにちは。スタジオナインさんの木村です。トキナーの 23mm と 33mm のスナップちょっと撮ってみたんで、どんな感じなのかっていうのをですね、参考までに、共有しようかなと思います。はい、まず 33mm の方からいきます。もうちょっと夜ふらついて、その辺を撮ったんですけどまず手始めにですね、猫いましたっていう、まあ 33mm なんで猫をちゃんとこう画面いっぱいにするにはちょっとズームレンズの方が多分いいんですけど、はい、これアクロスで撮りました。でやっぱりシャープですねっていうのが思います。とてもシャープなレンズっていう。だからスナップにはこう画質いい感じで撮れるのでいいんじゃないかなっていうふうに思うのと、これね ISO ね1600なんですけど、まあめっちゃ拡大してこういうのがちゃんと映ってる。それから、これだと見にくいんですけど、こう窓のガラスのこことかもなんていうんですか、ピリッとしてくれてる感じです。思いますね。はい。ちなみに F5.6 なんですけどね。この Amazon の袋がここにあるのがミソなんですけど、これも ISO1600 ですね。15分の1秒シャッタースピード。まあちょっとなぜかアクロスなんですけど、アクロス最近好きなんですよ。はい。これがね、なんだかわかんないけど、多分これシャッターをこう下ろしたりする商店街のパーツなんですよね。これなかなかこんなん初めて見たっていう形してて、これはね F4 ぐらい撮ってるんですけど、ザッツスナップみたいな、やつなんですけど、これねシャッタースピードね8分の1秒で、だから人間とかは全部ブラせる。これちゃんと映したくないじゃないですか、やっぱりね。こうちゃんと映したくないっていうか、こうね、やっぱちょっとブレてた方が雰囲気出るなっていうところで、これなんで撮ったかっていうと、このねヘパティス酸 C 錠、西ドイツ輸入薬、牛乳タンパク、ここが面白いと思って、なんだこれはっていうので1枚撮りました。このレンガの感じもちょっとレトチックでいいじゃないですか。まあ東京にだ結構探せばこういう建築物っていうか建物あるんですよね。それでこのヘパティス酸 C 錠ですね。何の肝臓病薬ですね。だからあんまり僕はお酒とか飲まないんでそういうの分かんないんですけど、これ面白すぎるだろっていう1枚です。はい。ね、これがですね、もうどこぞの商店街の裏側の汚いところをホワイトバランス青めにして撮ったんですけど、ちなみにこれ全部 JPG で撮ってます。はい。一切何も編集してないです。はい。クイックメニューのイメージクオリティのところで何もいじってないんです。だからF4 なんですけど、いかにシャープかみたいな感じ。シャープネスがすごい高いレンズ。解像度ももちろん高いと思うんですけど、だから2600万画素じゃないですか。T4 なんですけど、それ活かしきってる感じはあるなって思います。はい。感想ですけどね。とにかくシャープなレンズだなっていうふうに思います。このお花とこの汚さの対比っていうか、個人的にはこの夜にこの駐車場とかもう何の変哲もないつまんない景色ですよ。なんかどっちかっていうと悲しくなる景色なんですけどそれがこう駐車場の光で鈍く光るこの汚さと、そしてお花みたいな、そういうのを収めたかったです。はい。これが場所ちょっと変わって、コインランドリーで洗濯してるとこなんですけど、こう通りの向こうをこう見てたらこう人が行き交ってるんですよね。でこうカップルらしき、この2人の、はい、関係性が微妙な1枚みたいな、はい、ちなみにこの辺のノイズとかは全部グレインを、これちょっと作例として望ましくないと思うんですけど、グレインを全部つけてる。もう最強のでっかいやつを僕はつけたいのでつけてます。はい。でこれが今絶賛乾燥機で回してるところですね。
はい。はい。まあこれもコインランドリーの、1枚という感じです。で、これがですね、あれ、シネブルームつけました。昔紹介したシネブルーム。そんなに使ってなくて。それでなんか使わないとなと思って。で、こう、シネブルームの 20% つけてると、こういう幻想的な感じっていうんですか、なります。こっから 23mm です。これなんで撮ったかっていうと、ここに招き猫がいるんですよね。だから、もうちょっとこの招き猫フィーチャーしたいときはレンズ変えた方がいい。多分、33mm ぐらいにした方が、いいっちゃいいと思うんですけど、33mm にすると、多分、こんぐらいにはなるんじゃないかな。33mm の方がいいですね。でも 23mm です、こっから。全部。全部っていうか、23mm で撮りました、これは。だから、道の反対側からだと、ちょっとこう、寄り切れず。招き猫に寄り切れず。それでちょっとこうカーブしてんの分かりますかね。だから、ディストーション、これ全部 JPG なんですよ。ちょっと、ディストーションがあるなっていう。で、それが嫌じゃないなっていうふうには僕は思います。僕は。この招き猫がね、真ん中にいるっていう、この、なんていうんですか、このお店があるとしたら、その本当に中心にこの招き猫が鎮座している。そして、お会計っていう文字と、で、適切な輝度と、これ、編集してない、ライトアップされて、招き猫が真ん中にいるっていう、そういうのが楽しくて撮りました。ちなみにこれがね、クラシックネガで撮るとこんな感じなんですよね。で、これがですね、三茶台駅前またこれ、クラシックネガで、グレインつけまくっちゃって撮ってるんですけど、なんかこのごちゃごちゃ感と、キラキラ感と、っていうのが、なんかいいなと思って撮ったんですよね。このごちゃごちゃ感が楽しいなと思って。で、上があれじゃないですか、なんだっけ、これ246なんで、上、高速道路なんですけど、なんかこう、三茶ってこうだよなっていうのが僕のイメージ。皆さんのイメージはおしゃれなところっていう風に思うかもしれないですけど、どっちかっていうと、もうごちゃごちゃしてて、大敗的だなと思いますね、どっちかっていうとね。都会の。はい。で、これがちょうどここにね、車のライトが当たってて、ブルーに見えたとこなんですけど、なんて言うんだろうな。なんとなく一枚撮った感じですかね、これもね。はい。でもこれはね、このカーブミラーっていいなっていう風に、常々僕は思うんですけど、カーブミラーってなんて面白いんだろうっていう風に、出会うたび思うんですけど、で、大体写真ね、カーブミラー入れるとね、なんか情緒が出てね、多分、やっぱりこう、レンズの性能っていうか、この辺のこのきらめき具合で、シャープネス、シャープだっていう風に思うんじゃないかなっていう。はい。じゃあ行きましょう。はい、33ミリ。はい。これ何もつけてないです。フィルターとか。で、こういう感じに滲んでたな。レンズフードもつけてないですね。このね、やっぱり東京はこういう、なんて言うんですかね。こういう感じなんですよ。東京っていうのは。こういうとこなんです。はい。でここの、これで歩道橋なんです。歩道橋、この、高速道路の下の歩道橋のこのポイント超好きで僕は。はい。なんか絵になる感じがしますね。これスローシャッターです。1秒。で車が線になってて、なんとなくスローシャッター、そういえば撮ってねえなと思って、富士で T4 で撮れるのに撮ってねえなと思って、で撮ってみた1枚でございます。はい。闇の中で鈍く光る自転車。これはですね、お蕎麦屋さんの招き猫です。はい、これね、ベルビアですね。はい、これも駅前ですね。これもベルビアです。やっぱりね、23mm はね、こう、スナップに使いやすいですよね。だから、ちょい広角っていうのは。で、なんかこういうなんか撮った時の背景もごちゃっとぼかせるんで、ちなみにこれ F2 なんですけど、F1.4 で撮っても多分いいと思うんですよね。これ F1.4 で、ショーウィンドウなんですけど、23mm。はい。
なんかね、これ、まあ、拡大するとそんなあれなんですけど、やっぱりね、こうね、まあ、シャープだなっていう。それが 33mm で F1.4。最短撮影距離で撮ったんですけど、フォーカスがね、ここにしか合わない。もう、マフィンはボケて言ってしまうっていう。で、後ろに向かって、だから 33mm のがなんかね、ボケはね、こう滑らかで綺麗なんですよね。で、こっちも 33mm で、F2.8。だからコップの縁に、こうなんか、欲しいっていう、2センチぐらい、2、3センチピント面が欲しいっていう時はもう絞らないと、近づくと絞らないとね、あれですね。はい。で、これも 33mm で、テーブル挟んで向こう側の、人物を撮った時に 33mm は、まあ標準的な画角っていうこともあって、まあちょっとこう、なんていうんですか、人物撮った時に中央ポイントと比べるとちょっと歪むかなみたいな、のも思うかもしれないんだけど、なんて言うんだろう、ポトレにも使えるなっていう。で、どっちかっていうと、普通のポトレっていうんですか、日常ユース的ポトレでは使いやすい画角だなと思います。この 1.4 で撮ってるんですけど、背景がまあ雰囲気残しつつ、ちょうどよく、ボケているかなという、ところですね。JPG でエテルナで撮ってますね。はい。これも 33mm。ちょっと近づくともうアップになりますという感じでございます。はい、で、こっちが 23mm なんですよね。ちょっと全く同じ画角じゃなくて申し訳ないんですけど、こっち縦で、こっち横なんですけど、23mm はこういう感じになるんですよね。ちょっと広いんですよね。こっちと比べると、ちょっとだけ広いんですよ。うん。これも 23mm ですね。だから、なんか、こういうところとか、シャープだから、こう、なんかこう、なんていうんですか、こういう金属とか取りたくなるな、みたいな。はい、で、これも 23mm で、これはテーブル挟んでっていうか、斜めぐらいの位置で、2、3メーターぐらいの距離でこれなんで、それで 1.4 だと、まあこうなるっていう感じですかね。はい。で、これも 23mm でアップにしようとすると、ちょっと歪んでくるんですよね。で、非常にこれ 33mm と 23mm どっちもそうなんですけど、こう、結構ピリッとシャープなやつが来るんで、ピリッと来るんですよね。拡大すると、なんだろう、こうピリッと来るんですけど、だから、性能としては申し分ないんだけど、なんか個人的な感想としては、こう、ポートレート、人物撮った時は、ちょっとシャープすぎるんじゃないかなっていう風に思ったところがありましたね。はい。どっちかっていうと、動画とか景色とか、これね、写真だとやっぱこうでかいんですよね、こう画素数が。それでシャープだから、なんかこう、毛穴とかあんま言うとあれなんですけど、思います。だからこう金属の時はいいんですけど、人撮るとき、このぐらいのサイズだったらいいんだけど、これアップにしてくると、これは 33mm の 23mm もどっちも思ったんですけど、ちょっとシャープなんだな、ライトルーム編集した方がいいのかなっていう風になる。で、ちょっと広角で人物撮ると、まあちょっと歪むじゃないですか。普通の中望遠レンズとかと比べて。135mm、換算 135mm が一番、綺麗に立体感としては出ると思うんですけど、広角で人物撮った時に、こうちょっと歪むのが、まあ、こう正しくはないんですけど、こう、細く見えたりするんですよね。人によっては。はい。僕の顔とかも、ちょっとワイヤー撮った方が、細く見えたりするんですよ。正面から撮るときは、特に。だから、こういう使い方もあり、こういう風なのが撮れるっていうので、23mm だいぶいいなっていう。で、33mm になると、なんかちょっとね、パース感が変わるんで、こう、変わるポイントみたいな、パース感が変わるポイントみたいなところだと思うんで、なんていうんですかね、こう、立体感的には綺麗になる。その違いですよね。23と33の違いは。あとは、この招き猫で説明しますけど、こう、道路の反対側の招き猫を撮りたいときに、
23mm は、ちょっと気をつけないとより切れないぞっていうところですね。33だと、大体ですけど、ちょっといくんで、もう少しこう何か一つの招き猫というものにですね、集中したいときに、いいんじゃないかっていう、はい。招き猫に集中したいとき。はい。その違いですよね。23mm と 33mm の違いは。33mm でも、この、野良猫には寄り切れないですっていうところですね。これはもう、望遠ズームですよ。猫はね。はい。でも 33mm でもこういった、なんて言うんだろう。スナップ的な、やつ。別に大丈夫ですみたいな。ちょっと広角でも大丈夫ですみたいなところで、こうね、どっちを買うかっていう、問いになるとですね、本当にこれも 33mm ですからね。はい。これも 33mm ですからね。はい。これも 33mm。この 10mm の違いがどっちを選ぶかという、この、ことに関しては、ちょっとこう、広がり感が欲しいときに 23mm ですね。はい。ちょっとした広がり感が欲しいときですね。はい。まあ、寄ってったときに、23mm の方がディストーションが目立つんで、こう、まあでも、それはそれで広がり感は出るんですよ。はい。というところで、どっちがいいかということに関しては、まあ 23mm。画角的に言うと。で、レンズの性能的に言うと、23mm 結構周辺原稿来てるんですよね。で、ディストーションも来てるんですよね。だから、なんだろうな。プレーンなものが撮りたいときは、33mm。で、一応これ、マフィンも撮れるんで、40センチ。はい。なんで、マフィンも撮れるんで、プレーンなものが撮りたいときは、33mm。ちょっとこじゃれたいときはもしかしたら 23mm。はい。っていう違いがあるのではないでしょうか。それで、APS-C サイズって結構動画で使われている映像的にはスーパー 35mm っていうのと、1ミリずつちっちゃいぐらいのセンサーサイズなんですよ。実は。だから、基本、もうスーパー 35mm ってフィルムの時代から、デフォルトなんですよね。映像制作現場では。シネマカメラも基本は、メインストリームは、まだスーパー 35mm が、レッドとかも全部そうなんですよ。まあ、ちょっと大きかったりするんですけどね。で、例えばアリとかのカメラで LF ってラージフォーマットっていうのが、まあここ2、3年出てきて、キャノンの C700 とかもフルサイズだったりするんですけど、動画でもそのやっぱ一眼の影響で、ラージ、フルサイズいいねみたいになってきて、最近フルサイズなんですよね。動画の方は。基本は APS-C なんですよね。動画って実は。で、まあ、僕個人のまあ経験から言うと、このね、23mm、まあ、25mm とかでもいいんだけど、23mm の画角ってね、すごい、なんかシネマチックだなって勝手に思ってます。これはね、スライダーとかジンバルに乗せてもいいし、それの時もいいし、ジンバルに乗せる時って、皆さんは、よく皆さんはですね、一番広角がいいと、まあ、思うのが、まあ、普通じゃないですか。GoPro 的なね。GoPro 的にこう、グワングワン、まあ、一番その移動感が出るんで、広角になればなるほど。それがいいっていうの、まあ、見栄え的にはそうなんですけど、こう、かっこいいのは、僕はこのね、23mm 付近が、最もね、かっこいいんじゃないかなっていう風に思ってる次第でございまして、雰囲気がね、このカメラ移動してもいいし、別に定点でもいいんだけど、なんかそういう風に僕は思うんですよね。はい。僕は富士のやつも出るじゃないですか。23mm かなりね、いいですよね。ジンバルに寄せてオートフォーカス来るでしょ？で、こう、いい感じでしょ？で、まあもうちょっと広くしたいって場合は別にまあ一応あるから、他のワイドレンズが。23mm はね、かなりね、好きなんですよ、僕は。はい。画角がね。これが本当のシネマチックだろ、みたいに思ってますね。はい。シネマチック
っていう、まあ YouTube とかで言うと、ブラックプロミストとボケみたいな、と逆光でのみたいな、そういう風に、まあ、それすごい美しいんですけど、23ミリがね、これがね、手持ちとかでやるとね、すごいかっこいいんですよね。23ミリ。動画撮った時に。ちょっとこう、立ち上がった時にちょっとこうやったりし、フォローしたりする時の感じとかが、ちょっとこうやって、斜めに、こう、ちょっとこう、なんつうの、感情がこう、高ぶっている、感じとかも、23ミリ、まあ25ミリ付近の APS-C ね。だから、フルサイズだと35ミリ付近のちょい広角って実は、シネマチックなんじゃないですかっていう、ことでした。はい。こんな感じですね。シューティング、ミュージック、ライフスタイルの、軸でお届けしてますので、よかったと思ったらグッドボタン、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。まあやっぱり反響がね、富士フィルムっていう風にもう、ね、タイトルつけると、もう数字が出るんですよ。だから、使ってる皆さんはもう自分のね、好きなようにですね、もう投稿しちゃったらいいと思いますよ。もう数字は出るんです。とにかく。富士フィルムの、ワードは、キラーワードですんで、今。はい。まあ、それぞれの感想っていうのは全部こう、独立して、ユニークなものだと思うんで、例えば僕が今日言ったのと全く全然違う意見とかもあったりしても面白いなと思うんですよね。で、そうやってこう盛り上がっていくことで、なんていうんですかね、わかんないですけど、カメラ業界だけじゃなくて、まあ、楽しいかなと思うんで、まあ、趣味程度に。皆さんもですね、富士フィルムのワードをつけると多分今伸びますよ。はい。今日こんな感じでやります。モデルさんはですね、リメイスムさんというアーティストの方です。それではまた。ちなみにですね、今日第一世代な 23mm の XF の 23mm の 1.4 がついてますね。はい。だから、まあ音はするけど、カメラでレックしてないでこっちでレックしてる分には、そんなに気にならないので、音はね、絶対入ってないと思うんです、こっちに。はい。っていう、ディスコンティニューだったんで、23mm だけが、なんかこう、持ち上げたいなっていう。ディスコンティニューだしなっていう。なんかね、このレンズもね、いいんですよ。だから、なんかね、綺麗なんですよ、このレンズも。はい。シャープさでは、トキナーとかビルトロックスの方が上回るんだけど、第一世代の話ですよ。23mm の第一世代。はい。なんかいいと思います。はい。それではまた。